一番下にちょっと砂糖敷いて、入れていきます。なんか綺麗にって言われたら手洗う。はい、この上にお味噌を入れて、これでなんていうか、で取り始めです。はい。今日はうちの畑になっている梅です。でもなっていた梅です。それを今日そうでかいな。すごくでかいんで、梅のシロップにしようかなと思ったけど、酢味噌を作ろうと思って、梅酢味噌。梅の味噌ね。だけ梅味噌を作ります。でまずこれ最後ですけど1キロちょっとあります。手で揉いだのがで普通準備する時には青梅がいいということです。青梅で。でこれもちょっと黄色くはなってますけど、硬いのでこれ使います。まだ匂いしないね。まだ完熟ではない。でお味噌は自分の好みの味噌を1キロほど、これは麦味噌のすり味噌を1キロ準備しました。で普通つける時はこれに111でつけるって言ってましたけど、やっぱり1キロ入れると少し甘みが強いので、800ぐらいにしようと思います。今日は三温糖を使います。で、順番はどこからでもいいんですけど、一番下にお砂糖を少し入れます。少し口の広い方が手が入りやすいので唇の分を準備します。きれいに洗浄して消毒したものを一番下にちょっと砂糖敷いて、砂糖を敷いて、その上に洗ってきれいに拭いてます。水気をそれを入れていきます。なんか綺麗にって言われたら手洗わねえけどな。そりゃそうよ。するときは全部きれいに洗わないね。でこれを並べて、味噌。はい、この上にお味噌を入れて、2段から3段ぐらいになりそうなので、その感じで入れていきます。これ層にして、最終的にこう水が上がってくるのを待つ。水が上がってくるのを待つ。1週間くらいで少しずつ梅酢っていうかそれが上がってくると思うね。梅をつける時にもう梅酢を取るでしょ、塩に入れてね。あれと同じように、何でもあれやけど、すごい梅酢が取れるから、この間ジャムを作るのに、梅の酢を取ったのよ。どうやって取ったの？これは電子レンジで10分間加熱して、汁が出てくるの。汁の出たのだけをこしたの。でこれはお、すげえ、なんかこれでね梅を入れずに梅酢作ろうかなと思ったけど、ちょっと芸がないんで。梅酢でもこれなんちゅうの？梅酢よ、梅の酢よ。純粋の。もうほとんどなんかさくらんぼみたいな匂いするけど。フルーティーなね、もう売れとった味噌やな梅だから、すごい果実酒のような匂いがするやろ。でもあれしたら酸っぱいよ。あ、そうなの？そう酸っぱいですよ。でこういう風に順番に入れていきます。シロップを作る時もこういう感じで、氷砂糖と一緒にねこうやってつけていくから、つけ方だけ覚えとったら、3段ぐらいになりそうかね。もう一つ小さいのが入るかな。ちっちゃい方がいいな。ちっちゃい。これが一番ちっちゃい。まだ無理。やっぱり無理やね。これはして、味噌入れて、味噌を入れて、こうやって料理をしながら遊ぶというか、
食い物で遊んじゃいけませんとお母さんに習わなかっ食い物で遊ぶっていうかね、やっぱりどんな風にできるかなってワクワクするよね。た。科学実験的なもの。料理って面白いね。しててまあ今年は梅が不作やったけど、それでもいや遊ぶぐらいの量が取れたってこと。うちのもまあうちのはね、盆栽用の梅を、盆栽の梅を、引っ越しの時に鉢で家に持って帰ったわけ。で持って帰ったけど、もう忙しくて、面倒が見きれんから土に下ろしたの。盆栽を。そう、盆栽を。そしたらそれは梅の木も喜んだやろ。そうそう、ほいでまあなる分だけで、だけど小さい梅じゃなくってもうほったらかしやからだから花の咲いた時はウグイスやらメジロやらがしっかり切ってかなり食べてるけんね。でそしたらなんて食うため用の梅ができるわけじゃないってことそうそうそう、遊ぶための梅ができるわけうちは遊ぶってちょっと言いでもね方が。やっぱ楽しみよ、上から見て、ああここもなってる、あそこもなってる、あいくつなってるなとかさ、あんな見ながら。でも割となんか取れる年もあるじゃん。まあそこそこに取れる時もあるけど、ちょっと一つ余ったね。余ったけ、まあこれを置いてやね、かぶるようにしましょう。で味噌全部入れて、はい、味噌全部入れて、なんかまあ大体3層なら3層、だから普通は青梅もこんなに大きくならない小さい梅やろうから、水の上がりもいいかもしれんけど、まあこれでもねすごい梅酢が取れたからびっくりよ。梅酢入れちゃったらいいんじゃないの？こんな違うの？これはこれでこの分量でやりたい。取れてる？私がガサガサしおるの。取れてる。手がかぶったりしてない？まあいつもの通り手はかぶっとるけど、まあ、それを気にする人はあまりいないんじゃないかなと。うちのチャンネルの登録者の人に。そうだな。それはありがたいけど、見にくいんじゃないかなとか。まあでも遊んどるのが遊んどるといえば遊んでるんで。カバーするような感じでつけるのね。上からね、山椒、この1個がなんかここがちょっとここの1個がなんか余分になっとるけど、まあこういう感じでこれが水が最終的に上がってきたら種だけ取るの？中の梅をね、しわしわになった梅から取っていく。そのまんま全部丸で、丸を取れたらね。だから青梅がいいわけ。風味だけ入れるってことね。したい。梅酢が出るからしわしわになって、砂糖と味噌のね。それとそれこそこれ入れたらいいんじゃないの？そうね。でもそれって芸がないじゃん食べる時にそうすればいいだけで、しっかりこう漬け込んであれしたいから、まあ時短でそれはできるよね。梅酢だけ出して、梅酢だけ出して、これもざっくりと1キロの分をこんな感じで袋に800ぐらい入ってます。800入れたいわけよね。だから残量を測るわけ。1017やったから、まだだいぶ入れん160入れる。いつもこんな感じで少しでも汚すものを少なくしようとかいいんじゃない？ 700 入った。でこれでもうちょっとこうね濡れてきたね。ね、これで汁気が出るのを待ちます。はい。また1週間後ぐらいにまた状態をあれします。
確認します。確認します。今回はこれまで。はい、今日はこれ。これでなんていうか梅味噌ですね。だけもう本当ジューシーなのができたらいいなと思ってますけどね。はい。まあ梅がねすごい汁が出るからもうびっくりするぐらい出るから。これは味噌の水でやる。そうよ。他にもうきれいに取ってないやら。いや、味噌の水気と、でその水気が梅に触れてそうそう汁が出始めて、そうそうそうその塩分と砂糖で、混ざって最後はしっかり混ざったら、美味しいのができます。はい。はい。これで蓋を閉めてはい1週間待ちます。はい。蓋閉めなさい。はい。 1週間待ちます。口のよだれ